はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのがこちら。はい、アッシェ・パルマンティエ、ご紹介いたします。こちらの料理ですね、以前、ご紹介しました、こちら、はい、ボロネーゼですね。使用します。はい。こちらを使って、このアッシェパルマンティを仕上げていきますので、もしね、お作りになる際、こちらのボロネーゼの作り方を一度ね、ご参考いただいた上で、アッシェパルマンティの方を作っていただけたらなと思っておりますので、一度ご確認の方よろしくお願いいたします。それじゃあね、早速作り方の方移りたいと思いますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティに変えます。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、材料紹介になります。こちらメイクインになりますね。こちらうちの実家のメイクインになります。大きいですよね。はい。メイクインをご用意ください。で、こちらバターになります。こちらは蒸し上がった芋をね、裏ごししてだいたい 20% になるような分量のバターになります。はい、こちらボロネーゼになりますね。牛肉でもちろん作っていただければと思います。で、こちら溶かしバターになります。ご用意ください。それとこちら卵白1個分あれば大丈夫です。はい、こちらエメンタールチーズになりますね。で、こちらがレッドチェダー。本来は使わないんですけども、レッドチェダーちょっと使わせていただきます。で、仕上げに使うパセリと、こちらマッシュポテトに使う牛乳になります。で、まずね、メイクインの方は皮を剥いていただきまして、こういったすりおろし器でわーっとすっちゃいます。はい、これ今何やってるかっていうと、タルトになる部分をちょっと作ろうかなと思ってやっております。はい。で、このすり上がったね芋に対して塩を振ってあげて、でよく揉んで、でしばらく放置します。こんな感じですね。で、エメンタールチーズもね一緒にもう吸ってっちゃいます。でレッドチェダーもちょっとだけ吸っておきます。こんな感じですね。で、すりおろした芋がですねほっとくとこんな感じで水が出てきますので、これをギュッと絞ります。結構出てますよね。こんな感じでねギュ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 ッと絞っていただいて、最後にね、布を使って一気にまた絞ります。こんな感じでねギューッと絞っていただけたら、はい、で絞り終わったものはちょっとほぐしていただいて、だいたいじゃがいも1個でこれぐらいやっぱり水出ましたね。で仕上がりがだいたいこれぐらいの量っていうことですね。で、ここにですね、型になるような入れ物に今から敷き詰めていくんですけども、当然焼いていくので、ちょっと張り付かないようにバターを塗っていきます。こういうのをねブーレっていう作業になるんですけども、こうやってねしっかりバターを塗りつけていってから、このじゃがいもを敷き詰めていきます。で、本来アッシェパルマンティエなんですけども、こういった作業はありません。ただただ私がじゃがいもでタルトをやりたかったっていうだけでやってるので、本来であればグラタン皿にミートソースとマッシュポテトを敷き詰めるっていう感じなんですけども、今回ねちょっと趣向を凝らして、じゃがいもでねオンリーでちょっとタルト型を作ってみようかなっていう形で、今こうやって、スマッシュバターじゃなくて、溶かしバターですね、こうやって塗ってます。
でそれを焼きます。だいたい180度で30分焼きます。そうするとこうやってじゃがいものタルトが出来上がりますね。はい。で、ここにですねちょっと卵白塗っていきます。ボロネーゼのね汁とかがちょっと抜けてこう下に行かないように、卵白でちょっと蓋をするっていう意味で、一回ね軽く3分ぐらい、180度で焼いた姿がこちらになります。で、これをしばらく冷まして放置しておきます。じゃあね、マッシュポテトの芋を蒸していきます。だいたい40分ぐらいですね。蒸していくと串がスッとだいたい入りますので、茹でないんですかってこう多分結構な方が聞いてくると思うんですけども、私は、芋に関してはですね必ず蒸すっていうことにしています。水でこう水からやるのもいいんですけども、どうしてもねやっぱり芋らしさがちょっと蒸したものと茹でたものは違うので、必ず私はマッシュポテトに使う芋は蒸してますね。で蒸し上がったところに、20% のね、バターを溶かしてこうやって放り込みます。で、ここからね手早くちょっと練っていきます。こんな感じになりますのでね。でそうしましたら塩入れていきましょう。で、牛乳を加えて、ここはもうねお好みの柔らかさにしていった方がいいと思います。好き好きあると思いますので、柔らかい方がいいなとか硬い方がいいなっていうのはもう本当ここで調節していただければと思いますので、で私はねこれぐらいのマッシュポテトにしてパルマンティエに仕上げようかなと思っております。で、今から敷き詰めていきます。まずこちらですね、一度温めた、ボロネーゼを敷き詰めていきます。でそこにマッシュポテトを流し込んでいきます。でねなかなかこう平らにするのがね大変なので、こういった道具を使って今慣らしてます。こんな感じですね。でここにね、エメンタールをドバッとかけていきましょう。もうここはお好みでしっかりね、私はちょっとかけるタイプなんで、がっつりやってます。でレッドチェダーちょっと振ってます。これどうしてもねやっぱ焼き上がりの時にね美味しそうに見えるっていうのがあって、私は好んでレッドチェダーは使ってます。はい。で、もう表面がねしっかり焼き色つけば OK なので、ここはもうちょっとオーブンの状態によって時間帯はおのおの変わってくると思います。こんな感じですね。はい、こんな感じですね。最高にうまそうですよね。いやーいいですね。で仕上げにパセリを散らします。さてこれ抜けるんでしょうかということで抜けます。ちょっと柔らかいんですけどね。せーのドンで抜けますんで、はいこんな感じですね。でそれをお皿に乗っけてっていう形ですね。あとはカットすればねみんなでシェアできるみたいな感じで、私はこうやってタルトにしたいっていうことはありますね。アッシェ・パルマンテいかがでございますかね。
断面はこんな感じですね。で、タルトの生地のところはこんな感じですね。はい。さすが国民食と言われるアッシェパルマンティですね。美味しいです。ぜひ作ってみてください。はい、お疲れ様でした。いかがでございますかね。アッシェパルマンティ、ちょっとね、タルト風のものを作らせていただきました。はい。本当にごめんなさい。またね、撮影中なんですけど、黙っちゃいましたね。食べながら黙るっていう。本当にね、この、アッシェパルマンティね、食べ始めるとやっぱ無言になりますよね。で、こちら、マッシュポテトのところですよね。ここは、私は基本的に芋の、こしたね、裏ごしした芋に対してだいたい 20% のバターっていうのを私の方ではやっておりますけども、人によっては、ここのバターの割合をですね、すごいたっぷりにしたりとかっていう方もいらっしゃるので、ほんと千差万別なんですよね。で、このアッシェパルマンティエ、意外とですね、いいなって思うところは、実はですね、まずこのミートソースですよね、ボロネーゼ、こちら、冷凍できますよね。で、こちらのマッシュポテトなんですけども、蒸した芋を、裏ごししますよね。で、裏ごししたやつを一回ちょっと冷ましていただいて、常温まで戻して冷ましていただいて、で、ラップでくるんで、で、冷凍できます。で、じゃあどうやってそれをマッシュポテトにするんですかって時に、一回ですね、解凍していただいて、で、解凍していただいたところにレンチンで、何回もですね、何回かに分けてレンチンして熱々にさせるんですよ。はい。つまり蒸し上がったぐらいまでの厚さまで持ってってあげて、で、そこにですね、バターを入れていって、牛乳加えていって、マッシュポテトにすると同じようにできます。これがですね、結構アッシュパルマンティエのいいところですよね。こういうやり方も一応ね、ご家庭ではできますよっていうご紹介ですね。ですので、裏ごしした芋と、あと、ボロネーゼの方を冷凍しておいて、急なお客様がいらっしゃった時に、グラタン皿の方にそう言ってパパパパってこうできる可能性がある料理だったりはします。はい。ぜひぜひね、一つのね、メニューの中の一つとして加えていただけたらなと思っております。はい。はい。ということでですね、以上がね、アッシェパルマンティエとなりました。はい。いやね、この季節いいですよね。美味しい芋に、ボロネーゼ、熱々のね、グラタン状にして食べる。最高ですよね。はい。ぜひぜひ作ってみてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。